こんにちは。今日はめちゃくちゃいい読み物のアプリを見つけたっていうことについて、お話ししていこうと思います。今回の動画、なんかプロモーションを含む動画みたいな感じになってると思うんですけど、この動画を作ってることによって、何か会社からお金をもらってるとかそういうわけじゃなくて、後で詳しく話すんですけど、僕がこのアプリをたまたま見つけた時に、本当にたまたま、奇跡的にその会社から僕にメッセージが来たんですね。メールが来て、流星のために、そのリンク、安くなるリンク作りますよってことで、そのリンク作ってもらったんで、今回の動画作ってるんですね。後でまたちょっと詳しく話そうと思うんですけど、今回のトピックは、めちゃくちゃいい読み物のアプリを見つけたっていうことについてですね。皆さん読み物の練習どうしてますか？普通に本読んだりとか、初心者の人だったら、教科書読むとか、いろんな方法あると思いますけど、読む練習ってね、意外に難しいんですよ。特に初心者の時はね、教科書から始める人結構多いと思いますけど、その教科書についてる読み物とか、大抵、一つのチャプターに一つ、二つしか読み物ついてない、ケースがほとんどですし、JLPG の読み物もね、ありますけど、あとは何ですかね、ウェブサイト、読み物のウェブサイトとかも時々ありますけど、上級者になるためには、たくさんいろんな文を読んで、いろんな単語を覚えてってしなきゃいけないんで、読む練習って意外とね、難しいんですよね。それで僕よく質問をもらうんですよ。どうやって読むスキルを上達させたらいいですかとか、読むためにおすすめの教材とか、ウェブサイトありますかみたいな質問を、よくもらうんですね。そういう質問、常によくもらうんですけど、今年は特に多かったんですね。特に、今年の7月の JLPT の前ぐらいから、めっちゃ多くて、もう20人、多分コメントとか、YouTube のコメントとか含めると30人ぐらい、読むためにいい、教材ないですかとか、どうやって上達したらいいですかみたいな、コメントとか質問をもらってたんですね。それで僕も、いろいろウェブサイトとかね、読むために僕が大切だと思うことを、伝えるんですけど、それプラス僕も常に情報を、アップデートしていかなきゃいけないですから、最近ちょっと、調べてたんですね。JLPT の前とか、そのぐらいですかね。で、このアプリ、今から紹介するアプリを見つけたんですよ。それ、リードルっていうアプリなんですけど、そのアプリを見つけて、で、ちょっと自分でね、使ってみたんですよ。で、そのぐらいのタイミング、僕が見つけてから、1週間とか2週間、もう忘れちゃいましたけど、そのぐらいのタイミングで、本当に奇跡的に、その会社の、そのリードルの会社から、僕にメッセージが来て、こんなアプリがありますって言われたんですね。それで僕がポッドキャスト、こういうポッドキャスト作ってるっていうのを知ってくれてたみたいで、流星のために、とか、僕のこのポッドキャスト見てくれてる人のために、リンク、安くなるリンクを作ってくれるっていうことだったんで、奇跡的なタイミングでこのコラボをすることになったんで、今回はこのリードルについてちょっとお話ししていこうと思います。リードル、簡単に言うと、読み物、その外国語の読み物がたくさんあって、で、その読むスキルを上達させるためのアプリなんですね。その実際のところは、読むだけじゃなくて、オーディオもあるんで、聞く練習にもなるんですけど、やっぱりメインのね、することとしては、その外国語で、読むスキルを上達させるっていう、感じなんですね。で、この、リードルで、日本語だけじゃなくて、他の言語、いろんな言語もあるみたいなんですね。フランス語とか英語、ドイツ語、スペイン語、中国語で日本語。今のところ6言語
ですかね。これから増えるかもしれないんですけど、僕も今回自分でアカウント作ってみて、で、リードル実際に使ってみて、いいアプリだなって思ったんで、このいいところもね、ちょっとお話ししていきたいんですけど、まず一つ目がね、リードルで、単語の確認ができるんですね。その読み物を読んでる時に、わからない単語があったら、それをタップしたら、タップとかクリックしたら、単語の意味の確認ができるんですね。で、これができるウェブサイトね、あるんですけど、リードルが特に面白いところは、この単語が JLPT、N 何かわかるっていうところですね。JLPT のレベルがわかるんですよ。例えば、この単語は、N5 のレベルの単語だとか、この単語は N3 だとか、そういうのがチェックできるんで、例えば、その自分が忘れて、もう昔覚えたはず、簡単な言葉なはずなんだけど、忘れてしまった。で、その単語を思い出すためにも、役に立つっていうことですね。で、それを、自分でフラッシュカードを作ったりね、することもできるんで、まずこれと、で、次が、文法の説明。これ本当に面白いですよね。単語の説明、単語の確認ができるウェブサイトはあるし、そういうソフトウェアもありますよね。なんかコピーして、普通にコピーして、なんですかね、他のウェブサイトで、ペーストしたら、単語の確認ってすぐできると思うんですけど、このリードルはね、文法の説明がついてるんですよ。その、全部の文で使われている文法を、説明されてるっていうわけではないんですけど、重要そうな文法のポイントは、ちゃんとそのリードルの中で説明されてるんで、わざわざ他のウェブサイトに行って、この文法何ですかって調べる必要がないんですね。これもね、効率的に、読むスピードを速くしたいっていう人にとってはいい機能だと思いますね。で、他には、めちゃくちゃいろいろあるんですけど、振り仮名とかね、ローマ字の読みとか、翻訳の文、これをつけることができるんですね。漢字の振り仮名とか、ローマ字、の読み方、そのひらがなとかまだ読むのが難しい人のために、ローマ字の読みをつけることができたり、その他にも、翻訳の文が、ついてきたりするんですね。で、この3つはね、この3つだけじゃないんですけど、こういういろんな細かい機能もオンオフできるんで、別に自分が欲しくなかったらオフにできるし、翻訳だけ欲しかったら翻訳だけオンにすることもできるんで、そういうところは柔軟かなと思いますね。で、他には、さっきもちょっと話したんですけど、これリスニングのためにも使えるんですね。っていうのも、この、その文章を、音声で読んでくれるんですよ。で、この音声はね、機械音声でしたね。その人間が読んでる声じゃなくて、機械音声なんですけど、機械ってわかるんですけど、その、ピッチアクセントはね、機械音声完璧にしてくれるんで、その、ピッチアクセントを自然にしたいっていう人には、この音声の機能も十分じゃないかなと思いますね。で、そうですね。次が、無料で使えるっていうところですかね。とりあえずアカウントだけ作ったら、無料で使えるんですよ。でもっと、いろんな記事を、たくさん記事にアクセスしたかったら、アップグレードしなきゃいけないんですけど、そのアップグレードするときに、安くなるリンク、これ僕もらったんで、後で紹介するんで、それ使ってくれたら、安くなるんですね。で、最後というか、まだいろいろありますけど、僕が感じたいいところが、スマホのアプリがあるっていうことですね。日本語の読み物のウェブサイトって、いろいろあるんですよ。
Google で調べてもいろいろあるんですけど、大抵、なんて言うんですかね、そんなに、大きくないっていうか、もちろんちゃんと知ってる、すごい便利なものもたくさんあるんですけど、そのウェブサイト専用のアプリがあるとか、そういうことはね、なかなかないんですけど、リードルは、このウェブサイトもあるし、で、それの、同じアカウントで、スマホのアプリにもアクセスできるんで、例えば、わかんないですけど、電車の中とかね、移動しながらとか、パソコンが近くにないとか、ベッドの上とか、どこでも読み物、この文法の説明とか単語の確認しながらできるっていうことなんで、時間を有効に使えるっていう感じですね。本当にいろんなことができるんで、柔軟に自分の好きなように使える。これがね、便利ですね。これがいいところなんですけど、何かおすすめするときに、そのアイテムのいいところだけ話すと、僕がリードルの犬みたいになるんで、あの、ま、ちょっとね、いいところだけじゃなくて、もうちょっと、上手にできるんじゃないかな、みたいなところもちょっとお話ししようと思うんですけど、二つですね。そんなに大きいポイントじゃないんですけど、まず一つ目が、漢字の振り仮名が本当にたまに間違えている時があるっていうことですね。僕このリードル使い始めてから本当にいろんな記事読んでみたんですよ。もう50以上記事いろいろ読んでたんですけど、あのその中で多分2つかな2つか3つぐらいだけ漢字の読み方が間違えてる時があったんですね。で漢字の読み方は間違えてるんですけど、ローマ字を読むとそのローマ字は合ってるんですよね。なんでそんなに大きい問題にはならないと思うんですけど、本当にたまにその漢字の読み方が間違ってる時があるっていうことが一つと、で、次が初心者の記事に時々あるんですけど、例えば N5 とか N4、そのレベルでも、分かれてるんですけど、N5 の記事とか N4 の記事を見た時に、時々そのレベルよりも高いレベルの文法が、記事の中に入っていることがあるんですね。N5 の記事を読んでるときに、N5 の記事の中に N4 の文法が入ってたり、N4 の記事を読んでるときに、N3 とか N2 の文法が入ってたりすることがあったんで、僕は別にそんなに問題ないというか、これはデメリットっていうより、仕方ないことですよね。その記事を書く上で、その自然な日本語を使って、その記事を書くなら、もうどうしてももう少し上のレベルの文法を使わなかったら、自然に文が書けないっていう時がありますから、仕方ないことなんですけど、その N4 の記事を読んでいる時に、時々 N3 のレベルの文法が含まれていたりするっていうことですね。これも別に文法の説明の、セクションがありますから、そこにちゃんと説明されてたり、そこでちゃんと説明されていたり、もしそこで説明されていなくて知らない文法があったら、もうそこだけね、自分でちょっと、自分で調べる時間を作ってくれたら、解決するんで、自分でちょっと、調節しながら、この上手にこのリードルを使ったら、効率的に日本語の読むスキル、日本語だけじゃなくて他の言語、例えば何ですか、日本語と中国語、勉強してる人がいたら、中国語でも同じようなことができますから、とりあえず無料で始められますから、この概要欄にリンク貼っておくんで、そこからね、そのリードルのページに飛んだら、ちょっと安くなる、感じなんで、もし興味があったら、そのリードル、使ってみてください。僕が外国語を勉強してた時、読むスキルを上げたかったら、とりあえず、その教科書の、読み物読むとか、何か、テストの読み物読む
で、そのテスト読み物の中で知らない単語があったら、その単語に、ハイライト入れて、で、後で、文を読み終わった後に、その単語を調べに行って、で、それをね、また、フラッシュカードに書いてって全部、手でしなきゃいけなかったんで、めちゃくちゃ時間がかかったんですけど、こういうアプリがあったらね、もっと読むスキルがね、早く上達してたんじゃないかなって思うんで、僕もこれから新しい外国語に挑戦するってなったら、このアプリ、どんどん使っていこうと思いますね。そんな感じで、今日はね、めちゃくちゃいい読み物のアプリを見つけたっていうことについてお話しさせていただきました。もう一度このリンクについてちゃんと説明しておくと、今は僕が話しているこの動画の、概要欄にリンクがあるんで、そのリンクをクリックして、リードルのページに飛んで、そこからリードルを始めると、普通の人より20%オフでこのリードルを使い始めることができるっていうリンクですね。本当に便利で、僕もプレミアムユーザーなんで、一緒に言語の勉強を頑張りましょう。そんな感じで今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。